everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。A lot of people seem to think that heparin romanization is English, but it's actually not. Today, I'll show you some clear examples to explain why. さて、ローマ字にはヘボン式と訓令式があって、よく聞く話ではヘボン式は英語だから英語教育のためにローマ字はヘボン式にしないといけない。なんて言いますよね。しかし実際は、決してヘボン式ローマ字は英語ではないということを別な動画で説明しているので、ぜひぜひそちらも必ずご覧になってください。下にリンクを貼ってあります。今日は実際にネイティブがローマ字を読んだ具体例をお見せします。まず、立ちつてとの書き方をヘボン式と訓令式で比べてみると、こっちが訓令式でこっちがヘボン式です。ヘボン式の方がより音声に忠実になってますよね。で、訓令式は50音表に忠実になってます。それでよくヘボン式の方が英語っぽいと思ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、決してそんなことはないんですよ。例えば、平吉という名前をヘボン式で書くとこうなりますよね。ところが実際にアメリカ人がハイケーシーって読んだんですよ。ハイケーシー。まずヘボン式のところを説明すると、これを CH にしてるからヘボン式としてはチって読ませたいわけですよね。ところがこのアメリカ人は she って読んだんですよ。she。ハイケーシー。この S を長くした記号は ish って言うんですけど、sh の音です。あとこれ she って言うけど、発音記号に伸ばす記号がついてないじゃないかって思うかもしれませんけど、この E の母音は音は全く同じというか、少なくともネイティブは全く同じ音だと思って発音してるけど、アクセントというかストレスがあるときはこうやって点々をつけて、ストレスがないときは点々をつけないで書くというのが慣例になってます。日本の辞書では大体そうしてます。だからこれは点々がついてなくても she って長いんです。発音記号はこの辺も紛らわしいですよね。だからあまり深く考えなくて大丈夫です。フォニックスだったら単純にロング E なんですけどね。とにかくヘボン式ローマ字で意図したようには読んでくれませんでした。というのも確かに英語では CH の読み方で一番よくあるのは ch ですけど、例えば cheese、cheat みたいに。でもフランス語由来の単語だと CH はよく sh って読みます。例えば machine。これよくみんなマシーンって言いますけど、マシーンの方が英語っぽいって思うかもしれませんけど、マシーンじゃないですよ。マシーンです。マシーン。綴りが CH で、発音が S になることはないです。あとは、シェフ、シャンペーン、パラシュートとかです。あともう一つ、主にギリシャ語由来の単語とかだと、CH が K の音になりますよね。school、character、echo みたいに。つまり、英語では CH は主に ch、sh、k の3つの音があるわけです。それでこのアメリカ人は sh を選んだということです。まあ日本人の名前は英語ネイティブにとっては外国人名ですから、ちょっと外国語らしさを出したかったというのもあるでしょう。それで、ハイキーシーと聞いて、もっと最初に気づくのはこの母音ですよね。へ、いと読ませたいのに、はいになってます。ei が I になっちゃってます。他にもやっぱり日本人の名前でエースケっていう名前をアイスケイとアメリカ人が読んでることがありました。やっぱり EI が I になってます。例えば height、heist、slight みたいに EI を I と読む読み方があるので、あとは英語ネイティブからすると外国人の名前ですけど、有名なのはこの人の英語式の発音、アインシュタインで EI が I になりますよね。この名前を連想したのかもしれません。次に TSU でつって読む読み方はもう全く英語ではありません。というのも、つという音が英語にはないからです。例えばこれは日本語から英単語になった単語ですけど、英語の発音は tsunami または tsunami みたいに音は S なんですよ。例えば psychology 心理学の P は読まない。サイレントですよね。で、tsunami の T もこの psychology の P と同じように読まない。この t はサイレントだというのが英語ネイティブの発想です。余談ですけど、この ch も k の発音ですよね。次に面白いのがザジズゼゾです。こっちがヘボン式で、こっちが訓令式です。ヘボン式だと字が ji になってますよね。これで字と読ませたいんですが、例えばサッカーの明神選手。本当はヘボン式だと O にこういう記号をつけて、パスポートの綴りだと U は入れないで、明神みたいになる綴りなんですけど、ここではこういう綴りになってました。OU ってなってました。これをあるアメリカ人がミュージンと発音しました。ミュージン。で、面白いのがミュージン。
破殺音じゃなくてミュージンで摩擦音のこの音だったんですよ。これ日本の方言に詳しい先生から聞いた話だと、四国とか九州とか西日本の方の方言では日本語でもこのいわゆる地に点々と死に点々の区別があるらしいんですけど、標準語にはこの区別がないので、もう消えちゃったので、単に聞こえ方が違うっていうだけで単語の意味が変わるわけじゃないですよね。発音が死に点々か地に点々になったところで。日本語の標準語としては別にこっちでもこっちでもいいわけなんですよね。ただ、東大のグレネン先生という人の論文だと、標準語の日本語のザジーズゼゾの発音は破殺音がデフォルトだっておっしゃってました。僕もそれに賛成です。よく音声学の教科書には日本語のザジーズゼゾは語頭が破殺音で語中は摩擦音って書いてありますけど、実際はそんな単純ではないんですよね。だから本当はこっちの発音の方が日本語には近いんですけど、でもそうは読んでくれなかったという例です。あと似たような例で中国の北京は中国語で北京って言うんですけど、この J がやっぱり日本語みたいに破殺音なので、英語でこれを発音するんだったら、ベイジンと言った方が元の中国語の発音には近いんですよね。この破殺音にした方が。でもなぜか、ベイジンっていう人が多いんですよ。ベイジン。やっぱり外国語っぽさを出したいんでしょうね。だから J もなかなか意図したようには読んでもらえないんですよね。あとやっぱりミュージンで気になるのが、この母音ですよね。OU が U になってます。例えば U、Group、Soup、Youth、Vancouver みたいにOU でうって読むのが英語ではよくあるので、それを採用したんでしょう。もう一つ、じに関しては、宮城県の宮城を宮地って本当はぎと読ませたいのをアメリカ人が G と読んでしまった例もあります。さっきの psychology なんかの G もそうですよね。あとここからはヘボン式訓練式共通の話ですけど、子音の読み方で面白かった例といえば、人の名前のあずさっていう名前をあるアメリカ人がアズーザって読んだことです。アズーザ。この S が濁っちゃうんですよ。ザ、アズーザ。というのも、英語だと綴りの S が母音字に挟まれた時によく濁るんですよ。例えば、music、rise とか、音じゃなくて母音の文字です。S が母音の文字に挟まれた時、よく濁るんです。それを採用したんだと思います。他に面白いのが、これは日本語だと、ひゃって読みますけど、英語には H も Y もありますけど、この組み合わせがないので、これだと higher って読むんですよ。higher。そんなまさかと思うかもしれませんけど、このネイティブの音声を聞いてください。higher, higher。いい例としては、ハイアットホテル。英語の綴りではこうで、発音は Hyatt ですよね。同じ陽音系で面白いのが、中村俊輔選手のことをNakamura って読んでる人がいました。Nakamura。綴りには Y が入ってないですけど、英語では U の発音に U って Y の音が入ってますからね。ちなみに発音記号でこの J の文字は邪行じゃなくて野行の発音ですからね。日本人にはちょっと紛らわしいですよね。だからこれで Nakamura。でもこれは日本人には通じますけどね。Nakamura って言われてもね、わかりますよね。あと母音で面白いのが、やっぱり人の名前のあゆみっていう名前をエユミと呼んでるアメリカ人がいました。エユミ。似たような例で面白いのが、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人は、英語ではスーパーセイエンなんです。スーパーサイエンじゃなくて、セイエンです。スーパーセイエン。あとさっきのエースケをアイスケイと読んだ例ですが、この人はある程度日本に興味を持ってる人だからこういう読み方になったんです。全然日本のことを知らない人たちだと、例えばイカリア長介さんの長介を長数キーって呼んでるアメリカ人がいました。ここの部分共通してますけど、読み方が全然違いますよね。ただここでは日本語を全く知らない人でも CH をチャって読んでくれてるので、それは良かったんですけど、母音が全然違いますよね。今日挙げた例はあくまである人がそう発音してたというだけで、みんながみんなそう読むわけではないですが、ヘボン式ローマ字が英語ではないといういい例にはなるんじゃないかと思います。だからヘボン式でも訓練式でもローマ字はあくまで日本語なので、英語とは完全に分けて考えるべきです。英語とは関係ありません。ヘボン式も訓練式もあくまで国語の時間にしっかり扱うべきで、英語とか外国語の授業に持ち込まないということをちゃんと理解することが第一歩です。この動画が少しでも役に立つと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。